アメリカで日本の新幹線が成功する日は近い。現役電車運転士の T 学長です。生徒のユンです。実は今、車社会のアメリカで新幹線が求められているのです。どういうことですか？その理由も含めて、アメリカの新幹線計画についてこれから詳しくお話しいたします。それでは一緒に見ていきましょう。まず、アメリカの交通事情についてお話ししましょう。アメリカの人々は車なしでは生活できません。それは国の作りそのものが車中心に設計されているからなのです。日本でも車は便利ですけど、電車やバスがあれば困らないですよね。アメリカはそれほど車に依存しているんですか？そうなんです。アメリカという国はかつて世界一の鉄道大国だったのに、今では車社会として知られています。鉄道大国だったのに車社会に？それは何か理由があったんでしょうね。実はアメリカで車社会が発達した最大の理由は、その広大な国土と特殊な都市構造にあります。日本の国土面積は約38万平方キロメートルですが、アメリカは約983万平方キロメートルと、日本のおよそ25倍もの広さがあるのです。そんなに広いと電車だけではカバーしきれないですね。確かに車の方が便利かもしれません。ユンちゃん、ここでクイズです。アメリカでは年間どれくらいの人が交通事故で亡くなっていると思いますか？ヒントとして日本は約3000人です。アメリカは人口が日本の 2.5 倍くらいですから、1万人くらいでしょうか？正解は約3万8000人です。日本の約10倍以上もの人が交通事故で命を落としているのです。そんなに多いんですか？それは深刻な問題ですね。そうなんです。この他にも、車社会は大気汚染や交通渋滞、エネルギー消費の増大など、様々な問題を抱えています。特に交通渋滞はひどく、ロサンゼルスでは年間約190億ドル、日本円で約2兆8000億円もの経済損失が生じています。それだけ問題があるなら、電車のような公共交通機関が必要ですよね。でも、なぜ鉄道大国だったのに廃れてしまったのでしょうか？これには実は歴史的な背景もあります。GM などの自動車会社が鉄道会社を買収して廃業させたり、道路整備に税金を使うキャンペーンを展開したりしたケースもありました。企業の戦略が国の交通システムを変えてしまったんですね。それって少し怖い話です。そのような背景がありますが、近年は高速鉄道が求められる理由が増えており、その理由は大きく4つあります。教えてください。まず環境問題への対応、次に移動効率の向上、さらに経済活性化、そして交通渋滞の緩和です。具体的にはどんな効果があるんですか？例えば、テキサス州のダラスとヒューストンの間は約380キロあり、車で約4時間かかりますが、高速鉄道なら約90分で移動できます。テキサス高速鉄道計画では、25年間で360億ドル以上の経済効果や、1日約14,630台分の交通量削減も見込まれています。それは素晴らしいですね。でも、日本とアメリカでは地理的な条件も違いますよね。日本の新幹線技術がそのままアメリカで通用するんでしょうか？いい質問です。日本は山がちな地形で、鉄道沿線に宅地が集中的に開発されてきましたが、アメリカでは広大な土地と自動車の普及により、郊外化が進みました。しかし、おおよそ200キロから800キロの距離帯は高速鉄道が最も効率的とされており、テキサス州のダラスからヒューストン間はまさにその距離帯なのです。なるほど、だから日本の新幹線技術が注目されているんですね。環境問題も深刻になっていますし、今こそ車社会から変わる時なのかもしれません。その通りです。アメリカでも環境問題や都市問題への対応が急務となっています。特にカリフォルニア州では2045年までに、カーボンニュートラルの達成を目指しており、自動車依存からの脱却が検討されているのです。アメリカの車社会の背景と新幹線が必要とされる理由がよくわかりました。次は、テキサス高速鉄道計画と、日本の新幹線技術が選ばれた理由について詳しくお話ししましょう。テキサス高速鉄道ってどんな計画なんですか？テキサス高速鉄道はテキサス州の2大都市であるダラスと、ヒューストンを結ぶ約380キロの高速鉄道です。カレッジステーションという都市にも停車する予定で、車だと4時間かかりますが、わずか90分で結ぶ計画なんです。車だと4時間かかるところを、90分で移動できるなんてすごいですね。でも、なぜアメリカの会社ではなく、日本の新幹線技術が選ばれたんでしょう？その理由を探るためにここでクイズです。日本の新幹線は1964年の開業以来、乗客の死亡事故は何件あったと思いますか？安全には気を使っていると思いますが、
60年経ってますし10件くらいですか？正解は0件です。これまで約60億人が利用していますが、運行に起因する乗客の死亡事故は一度も起きていないのです。この驚異的な安全記録が高く評価され、日本が選ばれたのです。一度もないなんて、それは素晴らしいですね。では具体的にはどの新幹線が採用されるんですか？テキサス高速鉄道では、JR 東海の N700S 系新幹線をベースにした車両が採用される予定です。N700S 系は最新の新幹線車両で、最高時速330キロでの運行が可能です。N700S 系って私たちが普段見かける新幹線ですよね。これが海を渡ってアメリカで走るなんて感慨深いです。そして安全性だけでなく環境性能も評価されています。N700S 系新幹線は航空機と比較して、一座席あたりのエネルギー消費量が8分の1、二酸化炭素排出量に至っては12分の1と非常に低いのです。それは環境問題に悩むアメリカにとって大きなメリットですね。でも、技術的なサポートはどうするんですか？ JR 東海は、プロモーション及び技術パートナーとして参加し、新幹線技術の提供とシステム運営に関する助言を行う予定です。車両販売や保守管理のノウハウなど、新幹線システム全体を導入する計画になっています。日本の技術者がアメリカで活躍するわけですね。ところで計画はスムーズに進んでいるんですか？実はいくつか課題もあります。当初は2026年の開業を目指していましたが、資金調達や土地収用の問題で遅延しています。総工費は約336億ドル、日本円で約5兆円と見積もられており、資金調達が最大の課題です。5兆円ですか？それは途方もない金額ですね。誰がそんなお金を出すんですか？現在、テキサスセントラルパートナーズという会社と、アムトラックという鉄道会社が連携し、連邦政府からの補助金獲得や民間投資を募っています。また、地域住民からの反対や土地収用訴訟も進捗を妨げているようです。やはり大きなプロジェクトには様々な障害があるんですね。これ、もし実現したらどんな効果があるんでしょうか？もし実現すれば経済効果は25年間で360億ドル以上と試算されています。また、建設中に1万7000人、運行開始後2500人の雇用創出が見込まれており、環境面では、1日約1万4630台の車を道路から減らせるとされています。経済効果と環境改善の両方が期待できるんですね。改良が遅れたとしても実現してほしいです。実は早くても2030年代初頭の改良予想に修正されています。このプロジェクトはアメリカ初の本格的な高速鉄道として注目されており、その成功はアメリカ全土への高速鉄道普及に向けた重要な一歩となるでしょう。日本の技術がアメリカで認められ、さらに広がっていく可能性があるんですね。とても楽しみです。次は、テキサス以外の地域で進む高速鉄道計画についてご紹介しましょう。特にカリフォルニア州の計画は非常に興味深いのです。カリフォルニアといえば、ハリウッドやシリコンバレーがあるところですよね。そこでも高速鉄道計画が進んでいるんですか？はい、カリフォルニア高速鉄道はサンフランシスコとロサンゼルスを結ぶ、壮大な計画で、総延長は約795キロ、最高速度は時速350キロで走行する予定です。795キロというと東京から鹿児島くらいの距離ですね。完成したらどれくらい時間が短縮されるんでしょうか？現在車で6時間以上、飛行機でも片道3時間近くかかる移動が、最速2時間40分で可能になります。それは便利ですね。でも、なぜカリフォルニア州は、そんな大規模なプロジェクトに取り組んでいるんですか？カリフォルニア州は環境問題に非常に熱心な州なんです。というのも2045年までに、カーボンニュートラルを達成する目標を掲げており、高速鉄道も 100% 再生可能エネルギーで運行する計画です。環境に配慮した取り組みなんですね。計画は順調に進んでいるんでしょうか？そう順調ではないんです。この計画で驚くべきなのは建設費の高騰で、当初は33億ドルと見積もられていたのが、2024年現在では1062億ドル、約32倍にまで膨れ上がってしまったのです。また、土地収用をめぐる訴訟が延べ120件以上発生し、専用車両の開発も遅れています。そのため民間資金もほとんど集まらない状況です。それは大変ですね。そんな状況でもプロジェクトは続いているんですか？はい、段階的な改良戦略に切り替えて進めています。まず中央バレーという人口密度が低い地域から建設を始め、一部区間では既存の路線を共有する計画です。少しずつでも進めているんですね。他にもアメリカで進んでいる高速鉄道計画はあるんですか？もう一つ注目すべき計画が、ブライトラインウエストです。
これはラスベガスとロサンゼルスを結ぶ、351キロの高速鉄道で、最高速度は時速320キロを予定しています。ラスベガスとロサンゼルスとなると観光客も多そうですね。こちらの計画はうまくいっているんですか？こちらは民間企業のブライトライン社が主導しているのが特徴です。走行費はカリフォルニア高速鉄道の約9分の1の120億ドルで、2024年4月にすでに着工し、2028年のロサンゼルス五輪に間に合わせる計画なんです。民間企業が主導しているんですね。その方が進みも早そうです。年間どれくらいの利用者を見込んでいるんですか？年間1100万人の利用を見込み、建設だけで3万5千人の雇用創出が期待されています。そういえば、日本ではリニアモーターカーの建設も進んでいますが、アメリカではどうなんでしょうか？アメリカでも、ノースイースト回廊計画として、ボストンからワシントン DC を結ぶ高速鉄道の構想があります。アムトラック社が73億ドル規模の新型車両導入を進めていますが、リニア技術の採用はまだ未定です。リニアの導入は難しそうですね。そうなんです。リニア技術には既存線路との互換性問題や、1マイルあたり2億ドル超という従来鉄道の10倍の建設コスト、さらにメンテナンスノウハウ不足など多くの課題があります。ありがとうございます。アメリカの様々な高速鉄道計画がわかりました。話を聞いていて、ブライトラインウエストが最初に成功しそうな気がします。民間主導のプロジェクトは公営より、管理がしやすく先行する可能性が高いですね。さて、これまでテキサスやカリフォルニアの具体的な計画を見てきましたが、最後にアメリカでの日本の新幹線技術の将来性について、もう少し広い視点から考えてみましょう。最初に話した車社会の問題点は理解できました。でも実際に新幹線が導入された後のアメリカの姿はどうなるのでしょうか？いい質問ですね。アメリカでは、駅を中心とした都市開発という新しい概念が生まれつつあります。日本では当たり前の駅前商業地区や住宅地区が、アメリカの都市計画にも取り入れられ始めているんです。駅前に住宅やショッピングモールがあるのは日本では当たり前ですもんね。アメリカでそういう開発が進むと街の形も変わりそうです。その通りです。実はこれを、トランジットオリエンテッドデベロップメント、TOD と呼び、テキサス高速鉄道の駅周辺ではすでに計画が進んでいます。車中心から人中心の街づくりへの転換が始まっているのです。それは興味深いですね。日本の新幹線技術が単なる移動手段だけではなく、アメリカの街づくり自体を変える可能性があるんですね。さらに重要なのは技術移転の可能性です。日本の新幹線技術がアメリカに根付くことで、将来的にはアメリカ国内での車両製造や部品生産が行われるようになります。これは両国の産業協力という観点からも大きな意義があります。技術が移転されればアメリカでの雇用にもつながりますね。でも日本企業にとってはビジネスチャンスが減るのではないですか？実はそうではないんです。部品供給や技術コンサルティングなど、より高度な分野での協力に発展する可能性がありますし、実際、JR 東海はテキサスプロジェクトを通じて、世界市場での新幹線技術の評価を高める狙いもあるのです。なるほど。海外で成功すれば日本の鉄道産業全体の評価も上がりますね。でも、アメリカの政治的な状況によって計画が変わることはないのでしょうか？政治的なリスクは確かにあります。しかし、近年は連邦政府の高速鉄道への支援が徐々に増えてきています。さらに興味深いのは、かつて自動車産業の中心地だったデトロイトでさえ、新たな交通システムを模索し始めていることです。自動車の街デトロイトも変わり始めているんですね。時代の流れを感じます。そして新しいビジネスモデルとして、ブライトラインウエストのように、駅周辺の不動産開発と鉄道事業を組み合わせた、収益モデルがアメリカで広がる可能性があります。日本の技術とアメリカのビジネスモデルが融合すると、新しい可能性が生まれそうですね。最後に文化的な影響も見逃せません。新幹線が導入されれば、アメリカ人は、時間に正確という日本の鉄道文化にも触れることになります。これは単なる技術移転を超えた文化交流の側面も持っているのです。確かに、日本の鉄道の正確さは世界でも有名ですよね。アメリカでもその文化が広がれば素晴らしいと思います。このように、日本の新幹線技術のアメリカでの展開は、単に環境問題や渋滞解消だけでなく、都市計画の変化、産業協力、文化交流など、多面的な影響をもたらす可能性があるのです。新幹線が単なる乗り物ではなく、社会を変える力を持っているということですね。ますます日本の新幹線技術の海外展開が楽しみになりました。いつかアメリカ新幹線に乗れる日が来るかもしれませんね。
ここまで見ていただいた皆さんは立派な本学の生徒です。これからも鉄道の知識を一緒に深めていきましょう。さて今回は、なぜ、日本の新幹線は車社会アメリカで成功できるのか、というテーマでお話ししましたがユンちゃんはどう思いましたか？日本の新幹線技術がアメリカで認められていてこれからの展開が楽しみです。アメリカの新幹線計画の成功は、日本の鉄道技術の素晴らしさを世界に示す機会です。そして環境問題や交通渋滞の解消にも貢献できます。世界中に日本の技術が広がるといいですね。皆さんはアメリカに新幹線ができることをどう思いますか？コメント欄で教えてください。また、他に知りたい鉄道の話題があればぜひリクエストもお願いします。このチャンネルでは現役電車運転士の私が鉄道について解説していきます。チャンネル登録と高評価をいただけると励みになります。それでは今日はこの辺で失礼します。最後までご視聴ありがとうございました。